こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と鈴木です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、車椅子でよくある事故5選ということで、医療事故かなりたくさんあるとは思うんですが、今日は車椅子でよく見かける事故、起きては欲しくないんですけど、よく見かける事故を5つ紹介したいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、気になる方は概要欄チェックしてみてください。では実際に、車椅子の事故ですね、紹介していきます。はい、では車椅子でよくある事故5選ということなんですけど、まず1つ目、よく見かけるのが仙骨座りです。仙骨で座っている時にこうずるずるずるとそのまま放っておくと本当に転落してしまいます。でこのままもし転落しなくても背中ですね、背中で車椅子での座面で吸ってしまって怪我してしまったりとかもありますので、そのあたりは絶対に注意してください。なので対策としてはもうシーティングですね、座る角度、足の角度ですね、しっかり今ちょっと鈴木さんにはこの車椅子合ってないんですけど、膝の位置が合うようにこのフットサポートの高さを合わせてあげたりとか、あと座布団かませてあげたりとか、しっかりと股関節と膝の関節と足の関節が90度ずつになっている角度を作ってあげてください。そうすると測定がしっかりね、地面に設置するので、フットサポートに設置するのでずり落ちの予防になります。で、今の股関節90度って言ったんですけど、ちょっと向こう見てもらっていいですか。股関節が90度って言ったんですけど、ちょっと仙骨座りしてもらっていいですか。こうなると、今極端にはやってますけど、仙骨じゃなくてごめんなさい、骨盤が後傾、後ろに倒れてる状態なんですね。なのでもうちょっとじゃあ仙骨座りのまま深く座ろうとしてみてください。これパッと見深く座れてるようには見えるんですけど、ここ手入りますよね。で股関節も90度かなってパッと見見えるんですけど、骨盤が後ろに倒れていることで実際90度じゃなくて、100何度かな、120度とかそれぐらいになってるのかなと思います。なので仙骨座りっていうのは、いろんな事故につながりますので、そういった時は必ずね、座り直しの回路なんかで訂正してあげてください。このようにね、お腹に手を押し当てるようにするとうまくできますので、そうすると骨盤も起きて手入らない状態ですね。そしたら股関節も90度にキープできますので、まずはずり落ちの防止対策をしてください。それでも姿勢って崩れますので、定期的に見てあげるってことは忘れないようにしてください。じゃあ2つ目ですね。2つ目はもうこれもよくあることです。ブレーキのかけ忘れですね。もちろんご自身で忘れてる場合もあるし、絶対やってはいけないのは介助者が忘れることですよね。介助しているのであれば車椅子のブレーキっていうのは必ずチェックしてください。必ず両方にブレーキがありますので、片方だけではこれも危険に伴いますので、必ず両方のブレーキをチェックしてください。で肩麻痺の人とかはやっぱり麻痺足忘れがちなので、忘れないように声かけであったりとか、ちょっとここにねサランラップの芯を、色つけて巻いたようなものとか、ちょっと目立つように工夫してあげて、必ずねどっちもブレーキがかけれるようにしてあげてください。じゃあ実際これ外れてたらどうなるのかなんですけど、ブレーキがかかってるもんだと思って立った時に、車椅子がどうぞ立ってみてください。後ろにね、今極端にありますけど動いてしまいます。で動いたのを知らずにそのまま座ろうとしたら当然こけてしまいますよね。はい、転倒の危険になりますので、必ずブレーキをかけるようにしてください。はい、もうこれで本当に転倒の事故っていうのは非常に多く聞く事例ですので、必ずね両方のブレーキをかける、それは忘れないでください。じゃあ次3つ目なんですけど、これは肩麻痺の方にも非常に多い事故なんですけど、肩麻痺に限らずですね、必ず注意してほしいのは、車椅子を動かす時は絶対両足ともフットサポートに足を乗せておくっていうのが一つですね。これが肩麻痺とかあると運動の麻痺もそうなんですけど、感覚が鈍ってしまいますので、こっちの足がね徐々に落ちてしまってたりします。前に落ちてたりとか、こういうことを結構見かけます。はい、でこのままもし移動すると、このままねじゃあ行きますよとここ落ちてるの気づかずに移動すると足を引きずっていってしまったり、例えばこれがフットサポートが上がってたりすると足がね見えますかね、こう巻き込まれていくんですね。そうすると傷もちろん作ってしまいますし、骨折捻挫の原因にもなりますので、必ず注意してください。
あと今足で言いましたけど、これは手も同じです。右の肩麻痺の人、緊張が高い人はこうやって曲がってるのでまだいいんですけど、緊張がなくてだらーんと弛緩状態の方っていうのはこうやって車椅子の横にね手がだらんと垂れてる場合があります。で、これは麻痺なんで感覚がないケースが多いので、このままじゃあ行きましょうね言って移動した時に、このスポークとかハンドリムに手が巻き込まれてガタガタガタと吸ってしまってますよね今ね。なのでこれで傷の原因になったり、場合によっては骨折の原因にもなってしまいます。で、今解除って言いましたけど、解除じゃなくてご自身で焦がれる場合もそうですね、必ずご自身で手が落ちてないかっていうのは目で見て確認する癖もつけてあげてください。落ちたら左手を使って右手を乗せてあげる、こういう工夫が必要になってきます。で、実際に解除ついている方は必ずね目で見て教えてあげてください。で、麻痺がない方でもたまにねブラーンってなってる方がいます。で、麻痺がない方っていうのは感覚がある方が多いとは思うんで、気づきやすいんですけど、それでもそのままいきなりねブンって出発したらもう手巻き込んで骨折なんかしますんで、必ず気をつけてください。じゃあ次4つ目ですね。ティッピングレバーを使って段差を上げるときですね。ティッピングレバー、ここですね、後ろのレバーを踏みながら、アームサポートじゃなくてこのハンドルですね、ハンドルを後ろに押してあげると前輪キャスターが浮くんですけど、どうしても力がない人っていうのは勢い任せにグッと上げちゃいがちなんですね。なので今怖かったですよね。怖かったです。いきなり上げられると怖いし、力任せに上げちゃうと怖いんですけど、そうならないようにしっかりティッピングレバーを踏んでブレーキかけながらゆっくり体重かけていってください。なので力で押すとどうしても勢いが上がっちゃうんで、体重をかけてあげる。それだけでじわじわじわと上がってきます。で、もう一つ注意してほしいのは、上げたのはいいけど下ろす時にドンと下ろしちゃうと今みたいに体が前に行ってしまったりとか、あと場合によってはね背中にすごい衝撃がきますんで、圧迫骨折ですね。骨が弱い方だったら背骨の骨折しますんで、必ずゆっくり操作するようにしてください。特にね介助者じゃなくて利用者さんが自分よりふくよかな場合だったりとか、体格差がある場合っていうのはどうしても力任せにやっちゃいがちなんで、そこを注意してください。で、最後5つ目ですね。5つ目は段差、もし外をこう移動してる時に段差とかがあった時に勢いよくあまり速く進んでると、そこにキャスターが引っかかって、ちょっと今段差ないんですけど演技だけしますけど、こう言ってるとガンって引っかかってこけてしまいます。なので必ずね介助者はしっかり段差がないかどうか確認して、もしあったら一旦止まってティッピングレバー使ってキャスターを上げていただいて、このままちょっと前進して段差を乗せて段差に乗って、そのままもう一回突き進んでいくというような介助が必要になってきますので、必ず段差のあるなしは気をつけてください。これは自走する場合もそうですね。なので、仮に段差にぶつかったとしても勢いよくいかないようにするには、目で見て確認するのもそうですけど、スピードを出しすぎないように気をつけてください。ということで今日は、車椅子のよく見かける事故5選紹介させていただきました。鈴木さん、感想か何か付け加えることがあればよろしくお願いします。今車椅子ってノーパンクタイヤが主流にはなってるんですけど、まだ空気を入れるタイプの車椅子も多くあると思うんです。その時に空気が入れるのを入れ忘れがちになるんですが、空気入ってないとどうしてもブレーキをかけても止まらなかったりするので、忘れがちなんですが、空気を入れるのを忘れないようにしてください。空気ね入ってない車椅子結構見かけますんでね、気をつけてください。ということで、いつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術であったり、こういった事故とかもね紹介していけたらなと思いますので、ぜひチャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。